空が青いなぁ。こんにちは、ゆっくりバンライフのユッキーです。天気が良くて気持ちがいいですね。こんな青い空を見ていると、ワクワクしてきます。今日は本当に、空が青いなぁ。今回は、タイヤ交換、スペーサー、リフトアップの動画になります。購入時のタイヤとホイールがこんな感じ。普通やねー。でこっちがタイヤホイールを外した状態。真っ黒やねー。そして今回付けるタイヤがこれです。モンスタタイヤのマットボーリア、16インチ。1本が14,300円なので、4本で57,200円。水や泥をかき出すためにデザインされた深めのパターン。サイドボールには都会的なホワイトレターが際立ち、その存在感は抜群。とってもかっこいいタイヤです。ホイールはデイトナのブラックです。サイズなど詳しいことは私もわかってなくて、ただかっこいいという理由で選んで、マッキーが頼んでくれたので価格は不明です。その辺の詳細はマッキーに聞いて、また総集編でお知らせしたいと思います。そしてボディとタイヤの幅を一緒にするつらい位置にしたいので、このハイエース用のスペーサーを購入しました。では、早速、始めるばい。では、スペーサーから付けていきます。ボルトナットが付いてるネジが元々の車のネジ。他の飛び出てるネジがスペーサーのネジです。この飛び出たネジに合わせてホイールをはめていきます。するとスペーサーの厚み分タイヤが外に出て、ボディとつらい位置になるわけです。なるほどねー。機械を使ってしっかりナットを締めていきます。外れんようにしとかんといけんばい。そして最後にトルクレンチで締めます。締め付けが緩いとナットが外れる危険があり、強すぎてもボルトが破断してしまうことがあるのですが、このトルクレンチを使って締めると、6本同じ力でネジを締めることができるそうです。へー。ふうふう言いながら、やっと一つスペーサーを付け終わりました。さて、二つ目のスペーサー取り付け。珍しく順調です。同じようにナットを付けて、ってしているとマッキーが、これ、はまらんかも。って言い出して、やっぱり順調じゃない。マッキー曰く、デイトナのホイールの内側に、今ナットで締めてるネジの、頭を逃がす空間がないんだとか。このスペーサー使えんやん。じゃあ、違うスペーサーならいけるかも。で、マッキーの持ってた在庫のスペーサーをつけて、今回買ったスペーサーをつけても、元々のネジが、まだはみ出とる。やっぱり買ったスペーサーは使えないみたいです。残念。マッキーが持っていたスペーサーは、ナットを締める必要がないので使えそうです。なので、こっちのスペーサーを使って、タイヤをつけていくことになりました。わあ、なんて綺麗なチッピング塗装。じゃないんですよ。ちゃんと確認して録画したはずなのに。カメラがあっち向いてて、気がつきもせず一生懸命タイヤをつけてます。タイヤが大きいので、めちゃくちゃ重たくて、すんごく大変だったのに。枠外。これじゃ何やってるか、1ミリも伝わらないですよね。悔しいです。しかも2回目なんで。悔しい。タイヤつけるところは取れず、つけたのがこれ。ナット、ボロ。確かにボロい。なので後日、新しいのに交換しました。そして、ホワイトレターの保護膜落とし。お湯で拭いたら、綺麗に落ちます。てか、タイヤもホイールも。めちゃくちゃかっこいい。いい感じです。
そして、コントラストを効かせたホワイトレターが、シャレとんねー。保護膜も綺麗に取れて、完璧映え。次は、リフトアップです。今の高さが、77cm。後ろの方も 77cm ですね。これから 4cm 上げる予定です。そしてこれがリフトアップに使うパーツです。名前は聞いたけど忘れました。ただ、車検のたびに外して付けてってしてると、その分工賃がかかるので、少し高くても車検公認のものを購入するのがおすすめだそうです。なので私も車検公認のものを選びました。走っていると後ろから見えるのと、リフトアップしてたら覗いてくる人もいるらしく、見られても、手を抜いてない感を出すために、これを今から黒く塗装していきます。今回はなんと、マッキー空中塗装。初めて見た。針金で吊るして塗装してます。そして、軽快な空中塗装。やはりスプレーさばきは軽快です。これ、持っとって。斬新なバッグみたい。斬新なバッグが、じゃなくて、リフトアップのパーツの塗装が終わったので、付け替えていきます。この部分がさっきのパーツと変わるみたいです。へー。確かに見える。塗装して正解やね。マッキーがリフトアップのパーツを交換してくれてる間に、私はタイヤハウスの塗装をします。スプレーを使って黒に塗装していきました。で、気がついた方もいるかもしれませんが、マッキーの在庫で持ってたスペーサーも外しました。なぜかっていうと、走った時に、こんな風にタイヤがうねうねしてたんですよね。まっすぐ走ってるんですけど、サイドミラーで見たら、タイヤがこんな風にポヨンポヨンしてて、なんでなので、ホイールのサイトをもう一度確認してみたら、スチール製のデイトナ SS と車両と接する部分が面ではなく線で当たるため、軽や接合部の合わない一般的なホイールスペーサーの使用は NG としてきました。また読んでない。ちゃんと書いてあるのに、読んでない。スチールホイール、デイトナ SS 専用スペーサーがあるので、本当はこれも一緒に買わないといけませんでした。というわけで、今回スペーサーは諦めて、結局使いませんでした。なので、理想の辛い位置にはなっていません。リフトアップ完了。パーツの付け替えが終わりました。測るとぴったり4センチアップ。完璧。パーツ交換前が77センチメートル。パーツ交換後は81センチメートルになりました。完璧です。タイヤハウスも綺麗になってます。じゃーん。足回りのカスタム完成。タイヤの幅をもう少し出して、ごつい感じにしたかったんですが、残念。でもタイヤの存在感があるので、アウトドア感が出ていい感じです。遠くから見ても目立つ、ホワイトレターがおしゃれですよね。このホイールに飽きたら、他のデザインに変えて、その時一緒にスペーサーも付けようと思います。これからもカスタムが続きますので、車好きな方、カスタムに興味がある方、バンライフを楽しんでいる方、ぜひ楽しみにしていてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。